やっほー、今日はこれから針の治療に参ります。先週風邪をひきまして、もうだいぶ良くなってきたんですけど、でもちょっと近々でお友達のトークショーに遊びに行かせていただくというイベントがありまして、それまでには必ず良くなりたいなと思っております。なので針の治療に行きます。ただいま帰ってきました。針の治療から。今日も爆睡でした。いつも寝ちゃうの。背面をやって前面をやるんですけど、背面は体の疲れを取ったりとか巡りを良くしたりする方で、表にひっくり返った時に具体的にツボとかの治療をしていくんですけど、今日お世話になった針の先生は脇坂鍼灸院さんのところみたいに患部に直接治療をして良くするのではなくて、中医学の考え方で全体を良くすることによってその悪くなってるところも良くしていくっていう考え方の針の治療で、なので全身治療なんですけど、私が先生に出会ったのは30代の初めの頃で、当時生理痛が本当に辛かったんですよ。20代の頃はちょっと腰痛いなとかちょっと腰重いなぐらいだったんですけど、30代に入ってから急に立てないかもとか歩けないかもぐらい生理痛がひどくなっちゃって、その時に出会った先生なので、もう結構長くお世話になってるんですけど、少し前に先生とカルテを見ていて、そういえば私生理痛で最初お世話になってたんですねって忘れちゃうぐらい症状が改善されていて、その体の底上げ、体が徐々にいい方向に向かっていっている感覚がやはりあるので、本当に針の全身治療を始めてよかったなと思ってるし、その脇坂鍼灸院さんのところの喉の治療だったり首だったり肩だったりの治療にもすごく助けられてるし、私は本当に針がなかったらもうどんなに大変だったかっていうぐらい針のすごくファンで、あまりお薬とかは飲みたくないので、できるだけそういうね、東洋医学だったりとか植物療法だったりとか、あとその食べ物だったりとかで体をケアしていきたいなと思ってるんですけど、病院に行っても名前がつかないような症状あるじゃないですか。例えばストレスだと思うとか疲れだと思うみたいな、でそういうところにも細やかに東洋医学っていうのは対応してくれている気がするので、人それぞれ体も違うし考え方も違うから、一概に針が本当にいいですよとはならないですけど、私はすごく合っているので、出会えてよかったなって本当に思ってます。I'm very happy to present my Christoph collaboration here today. So we invite you to wear your spoon as a jewelry today.やっほー、帰ってきました。ランチから。今日私がすごく好きなジュエリーブランドのシャルロット・シェネと、あとはクリストフルがコラボをしてカトラリーを作ったということで、ものすごい美しいカトラリーでした。収納する入れ物も可愛かった。くるって回るやつ、種類がいくつかあったんですけど、その中のツートーンのやつが本当に可愛かったです。どうしよう、欲しいって思いながら銭湯欲しくないですか？欲
欲しくないですかっていう話をしてたんですけど、シャーロットともね会えていろんな話ができてすごい楽しかったし、他のゲストの方々ともお話ができてすごく有意義な時間を過ごさせていただきました。でシャーロットからお土産ももらって、さっきちょっと YouTube 映ったと思うんですけど、コレクションの中から一番小さなスプーンをアクセサリーにということで、彼女らしいギフトだなと思ったんですけど、ちょっと外が反射しちゃうからあれなんだけど、ほら見て、この黒い紐でここにシルバーのちょっと飾りがついてたりとかして、すごいおしゃれな、さすがだなっていう。これみんなつけてランチ食べてました。可愛かった、みんなも。でツートーンのやつがね、このキャンペーンの写真になってるからみんなに見せたい。見て、可愛くないですか？なんと美しい。でやはりカトラリーなので実用性があるものだから、その実用性とデザイン性みたいなところをすごくバランスをとって作るのに時間がかかったっていう話をシャロットがしてて、そのスプーンの作り方とナイフの作り方は違ってねっていう話を教えてくれたんですけど、それもすごく興味深かったし、天気もすごく良くて、会場も気持ちが良くて、こう全部窓を開けてこうそよ風が入ってる中で皆さんと美味しいお食事と楽しい会話を楽しむっていう、本当に素敵な時間を過ごさせていただきました。まだお腹が空いてたので KFC のポテトフライ頼みました。最近ね変わってこれすっごい美味しいんだよ。おはよう。今日はあまり遊びに行ったことのない街に遊びに行こうの会です。イエイ。今日は五反田に来ました。やおー、帰ってきて仕事をしていたんですけど、お化粧もして撮影とかもしてたんですけど、楽しみにしていたものが届いたのでアンボクシングしていきます。これ実は京都で深見ちゃんがおすすめしてくれたアイテムなんですけど、何それすぐ買うねって言ってすぐオーダーしたんですけど、じゃん、三脚、携帯用の三脚なんですけど、これがねめちゃくちゃ優秀で、ちょっと待って、この買った。深見ちゃんが京都で使ってたので、何それすごい良さそうだねって言ったら、あんたこれいいわよって言って勧めてくれたの。はい、見てください。この薄さ、この小ささ、これ三脚なんです。すごいね。こういう風にどんどん開いていくの。これどうやってやってたっけな、深見ちゃん。あれどうだっけ。あ、こうだ。こうでどうだっけ。いや説明書見ればいいんだけど、ちょっと待って。あ、そうだ。こうでさらにこう。はい、これよいしょ、携帯の三脚なんですけど、こうなってくれるんです。で横にもなるんです。で荷物がすごい少ない時に携帯で撮ることが多いんですけど、その時にね、こうなんかもうちょっと高さ出てほしいのあなたっていう時があって、その時にこれがめっちゃいいです。しかもなんかね、どうやってたっけな、深見ちゃんがすごい素晴らしい使い方をいろいろね
さらに高くなるのみたいな感じで教えてくれてたんだけど、どうやってこれででもなんかこういう風にもこれでもいけるんだ。そうだ、逆だわ、こうだ、この高さでも使えるよっていう2段階の高さだから、こういう風にさらに高くなれるし、この高さでも使えるっていうやつ。これすっごいいい。こういう使い方もできるのね。ほら、やっぱり見た方がいいんだよ、説明書。こうして違う、こうして、でもなんか何通りでもいくらでも出てきそう。これも出て、こういうことも多分できるんだよ。いっぱい使い方があるの。だけどなんと言ってもこの小ささ、すごい。これ Amazon で売ってる。リンク貼っときますね。もうすぐさ Amazon プライムデーじゃないですか。でAmazon のショップがさ、おすすめまとめられるのを私やりたいなと思いながら、皆さんからあの購入品どのビデオでしたっけみたいな質問をいただくことがたくさんあって、で1個のところにまとめられたらみんなすごい楽だよねと思いながらずっと考えてたんですけど、ちょっとこれも買ったことだしなんでこれきっかけなのかわからないんですけど、ちょっとショップ作ってみようかなと思います。間に合えばプライムデーまでにちょっとなんとか間に合わせたいと思っているけど、このビデオは果たしていつ出るんだろうかっていう思いもありながら、でも作りますね、 Amazon のショップ。今日はマリナ先生と一緒にトークショーでございます。ブリッジトークやります。お願いします言うことなしちゃんとしてる。あと10分くらいで始まります。OK。会場はこんな感じです。ご覧ください。先生が仕切ってくれてます。ありがとうございます。20人くらいですよ、結構の。もうちょっと来ると思うよ。もうちょっと来るっぽいです。緊張しちゃいます。今セルフィータイムです。はい。ありがとうございます。YouTube 撮りながらセルフィー初めて撮れました動画です。私おはようございます。昨日はトークショーに参加させていただきまして、まりなちゃんのすごい楽しい会で、いろんな方とお会いできたりとか、いろんなお話ができたりとかして、結構実りの多い会だったなと思います。で終わってからみんなと打ち上げに行ったんですけど、久しぶりに10時ぐらいかなにかなり美味しいんだけど塩分の高い食事をしまして、今日起きたらもう顔がパッツンパッツンで、今だいぶ落ち着いてきたんですけど、本当になんか二重の幅が変わっちゃうぐらい朝顔がむくんでて、で今日この後お昼のイベントがあるので、それに向けてむくみを取りたいということで、こちら私の大好きなステラボーテでむくみを取っていきたいと思います。頭皮にも使える美顔器なんですけど、 LLT ライトっていうのが入ってて、育毛にもいいライトなんですけど、2はね、このブラシがこうちょっとこういう風にへこむって言ったらいいんですか、ちょっとバウンスするというかになったりとか、あとは LLT ライトが出てくるライトが増えたりとかしてるんですけど、これブーストの下にシェイプっていうのがあって、これが EMS で顔をギュンギュンに上げてくれるので、ちょっとこっち側だけかけて皆さんにビフォーアフターを見せたいなと思っております。私はこのミストをいつも使ってるんですけど、エンディアっていうすごい素敵なおしゃれなスパがあるんですけど、そこのオリジナルのミストでラベンダーの、カーミングローションっていうやつです。これを顔の半分にこの辺もやるから、もうバシャバシャかけて、でこれのシェイプで3ぐらいでやってみようかな、レベルで。こんな感じ。電池が切れた。
充電します。充電しております。今10分ぐらい経ったかな。でまだ1個目なんですけど、右側だけだったらできるのではと思っております。ちょっとやってみよう。右側だけもう一回ミスト。これ5段階まで強さが選べまして、でブラシタイプだからすごい使いやすくて、首にもこんな感じですごいギュンギュンしちゃうできるので、こう首の凝りが気になった人とかにもいいと思うし、あとはほんと細かいところまで意外とこのサイズなんですけど、こういう耳のこの下のところとか、あとはこの眉毛のおでこからのもう生え際までいっちゃえるから、すごく私は使い勝手が良くてとても好きで、ちょっと3段階なんですけどかなり強めなので、こうギュギュッといきたい方にはすごいおすすめです。はい、これ今1分半ぐらいやったんですけど、ここの幅違くないですか？あとここの角度違くないですか？カメラで伝わってるかな。ちゃんと肉眼で見ると結構違うんですけど、伝わってる？でもさすがにこれは伝わる気がしてるんですけど、こっちもやっていきたいと思います。こっちもミストして、でこれ髪も顔も使えるっていうタイプなんですけど、衛生面気になる人とかもいると思うんですよ。私全然気にならないんだけど、でもそういう人はこの充電器に入れてあげると、この本体をきれいにしてくれるっていう機能がありまして、そういう意味でもすごく優秀なアイテムだなと思っております。これでも使い方完全にマイスタイルなので、ちょっと正しい使い方を皆さんウェブサイト等で確認していただけると、はい。静岡から東京に帰ってまいりました。昨日の夜帰ってきたんですけど、グッチのランチにお邪魔しまして、前から写真で見てすごいところだなって思ってたんですけど、実際に行ってもやっぱりすごかっ
たです。もうディティールにかけるこだわりとか、もう本当にどこを切り取っても絵になる空間で、ちょっとヨーロッパに来たんじゃないかなって思っちゃうぐらいのすごい内装でした。もう本当にね、どこもすっごいこだわってて、あそこの壁そうなってるんですね、あそこのカーテンのその終わり方はそういう感じなんですねとか、トイレもすっごい素敵だったし、なんかこうちょっとスペシャルなランチとかディナーもされてるので、スペシャルなディナーとかにああいうスペシャルな空間で行くのすごいいいなと思ったし、あとその日はちょっとあいにくの雨だったんですけど、晴れてたらテラスの席もあるということで、テラスの席もすごい素敵だったの。ちょっとコンパクトなところだったんですけど、こう植物があって外の光が入ってすごい素敵だったので、次はちょっと晴れてる時にお邪魔したいななんて思ってたんですけど、その後に東京駅の方に向かいまして、そこから新幹線に乗って静岡に行ったんですけど、父の日だったということで家族と時間を過ごしたいなと思ってちょっぴりなんですけど行ってきまして、相変わらず両親は元気で、いつも元気にいてくれてありがたいなと思いながら、本当にさりげないことなんですけど、一緒に買い物したりとか、一緒に散歩したりとか、一緒に甘いものを食べたりなんかして、でもとても充実した豊かな時間を過ごせたなと思っております。毎回行くたびに線が家族になってきてるなっていうのを感じていて、それは線と両親とのインタラクションだったり、4人で過ごす時間の過ごし方だったりっていろんなところに感じるんですけど、本当に家族が仲良くてよかったなって、みんな元気でよかったなって思う週末でしたね。やっぱり家族って大事なのはもちろん分かってるけど、でも若い時よりも今の方がより一層そう思うし、結婚してからなおさらそう思うし、前回両親会いに行った時に定年の話もしたと思うんですけど、これから両親が定年するにあたってもっと一緒に時間過ごしたいなと思ってるし、その両親が心地よく人生を送っていくのには何が自分ができるんだろうとか、2人はどうしたいんだろうとかっていう話、今回もちょっぴりしてきて、でそういう話をしながらなんかこういろいろ考えることもあって、なんかなおさら家族ってすごいなって、家族って素晴らしいなっていうふうに思っております。線の家族に対してもすごくスペシャルな気持ちがあるし、そのみんなこれからも仲良くやっていけたらいいなって、すごく思う週末でした。で今回もエンディングを撮ることになっておるんですけれども、皆さん今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録もしていただけると励みになります。よろしくお願いします。それでは次のビデオまで、またね。